皆さんどうもこんにちは。今回はアメリカの作家であり講演家であるジェリー・ミンチントンさんの書かれたうまくいっている人の考え方を解説していきます。この本のメインテーマは自尊心を高めることです。では、そもそも自尊心とは何でしょうか。自尊心とは簡単に言うと、自分を好きになって素晴らしい人生を送ることができると信じる気持ちのことです。最近自尊心がない人が多いでしょう。自分はダメな人間でみんなよりも劣っていて欠点だらけの人間だと思い込んでいる人のことです。考えてみてください。自分みたいなダメで顔もかっこよくなくてバカで低スペックな人なんですけど、あなたのことが好きです。付き合ってください。これで付き合えると思いますか？無理でしょう。つまり自尊心が低い状態では何をやっても成功しないし、そもそも勇気を持って行動することもできないのです。今回の話を聞けば、ネガティブな考え方を払拭して自分の可能性を信じることができるようになるでしょう。それでは早速やっていきましょう。一つ目は自分を許すという話です。ミスをした時に自分の価値がゼロになったと思い込んでひどく自分を責める人がいるでしょう。例えば受験や就活で失敗した時に、自分はなんてバカなんだ、生きている価値がないと自分自身を非難してしまう人がいます。気持ちはわかりますが、そういう時は自分を許してやるのです。こういう人はミスしたら自分の価値はゼロになったと思い込んでいます。けれども受験や就活に失敗しようが成功しようが、元々の皆様の価値は変わらないのです。そもそも人生何度も壁にぶち当たるものです。その度に悩んでいたらキリがないのです。けれどもミスしたのに能天気でいろと言っているわけではありませんよ。反省はする。だけど悩まないでほしいと言っているのです。反省して次どうやったらうまくいくのか、それを考えるだけでいいのです。悩んでいたら誰かが手を差し伸べてくれるのはディズニーの世界だけです。そもそも悩むというのは考えていない証拠なのです。もう俺はダメだとか生きている意味がない、これは何も考えていないのと同じです。ミスしたら自分の価値はゼロになったんじゃない、ミスのおかげでもっと知恵や体験を得られたんだと考えるのです。ゲームでも死んで覚えることがあるでしょう。それと全く同じです。どうやったら次はうまくいくのかだけを考えるのです。悩んでいる時間が人生で最も無駄な時間なのですから。次は自分で考えて自分で決めるという話です。子供はすべて親に決めてもらいます。だから何かあっても親が責任を取ってくれます。しかし大人になったら自分で決めなければなりません。でも俺決めるの苦手なんだよ。考えるのがめんどくさいからね。こう思う方もいらっしゃるかもしれません。ですが、自分で決められない本当の理由は、責任を取りたくないからなのです。例えば、誰かの指示で株を始めても失敗をしたらその誰かの責任にできますし、誰かが選んだお店で食事をするときも、もしそのお店がまずかったら、そのお店を選んだ人のせいにできます。自分で責任を負いたくないから誰かに決めてもらっているだけなのです。ですが、どんなサプリメントにも合う人と合わない人がいるように、全員にとって満足のいく選択など存在しないのです。みんな味覚や考え方、体質が違うように、糖質制限が合う人と合わない人がいるし、株のインデックス投資が合う人と合わない人がいます。だからその中から最適だと思うものを自分で考えて自分で決めることが大切なのです。そしてもう一つ自分で決めなければいけない理由があります。それは常に他人に決めてもらっていると自分で決断することができなくなってしまうことです。何をするのか全部他人に委ねていると主体性を失うことになります。皆様はいつも人に決めてもらっていないでしょうか？自分の人生は自分で決めるべきなのです。次は感謝や褒め言葉をすぐ口にするという話です。カーネギー先生の人を動かすという本にも書かれていますが、人は称賛されたい生き物です。誰もが他人から褒められたくてうずうずしています。実際誰かに褒められるとめちゃくちゃ嬉しいですよね。褒めることは喉が渇いている人に一杯の水を与えるようなものです。褒めることは誰でも相手を幸せにできるお金のかからない最高の方法なのです。怒り出す人なんていないのです。いやいや、可愛いなと思っても口にしたら失礼かなと思っちゃうんですよね。ほら、気持ち悪がられそうでこう思う方もいるかもしれません。そんなことはないですから、騙されたと思って一回褒めてみるのです。絶対に喜ばれますから。もし褒めたのに
相手が不機嫌になった場合は皆様のせいじゃないですよ。相手の受け取り方の問題です。ただし注意点として、褒め言葉は本心から出た褒め言葉に限りますよ。ぽっちゃりしている人に対して、スラッとしていてスリムですね、何食べているんですかとか言ったら相手は怒り出しますからね。とにかくポジティブな言葉が浮かんだならそのまま口に出してみるのです。フィルターをかけずに心から褒めるのです。練習として1日1回必ず相手を褒めてみるのです。コンビニの店員さん、たまに話す友人、些細なことでいいので見ていて気づいたことを言ってみるのです。そのメガネ素敵ですねとか何でもいいのです。思った以上に相手は喜んでくれるはずです。そうやって褒めることに慣れていきましょう。さて次は、したいことをしてしたくないことは断るという話です。自分を好きになるためには自分のしたいことをすることはかなり重要です。毎日いやいや働きながら自分のことが大好きですとはなかなかならないですから。いやいや実際難しくないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。もちろん全てを断ることはできないでしょう。けれども心底したくないことは断ってしまった方がいいのです。例えば私の場合は自分がすでに経験して覚えた業務はやりたくないので極力やらないようにしています。マニュアルや手順で定型化して他の人に依頼します。そして新しい業務内容を覚えるところに集中します。こんな感じで自分がしている中でこれはやりたくないなと思うことは誰にでも一つや二つはあるでしょう。そういうものを減らしてみるのです。断ることに理由なんて必要ありません。嫌だから嫌なのです。断る理由をあれこれ考えてもうまくいきません。だから断るときは理由を言わなくてもいいのです。思い切ってそれはしたくありませんと言い切ってしまうのです。何でもかんでも引き受けていると人生がやりたくないことで埋め尽くされてしまいます。本当に嫌なことは断ってしまうのです。そしてやりたくないことを断ったらやりたいことをする時間を増やすのです。毎日必ず自分のための時間を持つべきです。自分のための時間、最低でも1日30分は自分の好きなことをやるのです。皆様は自分の好きなことをやれていますか？友達とおしゃべりするのが好きな人は LINE で話せばいい。本を読むのが好きな人は本を読めばいいのです。自分に満足感や楽しみを与えてくれることであれば何でもいいですよ。もう一度言いますが、やりたくないことを減らしてやりたいことを増やすのです。次は自分の健康と気分に責任を持つという話です。自分の心は自分でコントロールできるということを知らない人が結構多いです。例えば赤ちゃんの泣き声がうるさくてブチギレる人もいるし、冷静な人もいます。運転中にすごく怒る人もいるし、冷静に対処する人もいます。つまり同じようなことが起こっていたとしても、それに対する反応は人それぞれ違うというわけです。それは私たちが自分の気分を自分でコントロールできるからに他ならないのです。ほんの少しのことで不機嫌になる人もいますよね。もっと言うと、相手の機嫌が悪いのは相手の責任だし、自分が責任を持つ必要はないのです。よく不機嫌な人を見て、私なんか変なこと言ったかなとか、なんで怒っているんだろうとか不安になって相手の機嫌を伺う人がいますが、そんなことをする必要はないのです。何度も言いますが、相手の気分が悪いのは全て相手の責任だからです。いちいち相手の気持ちを考えていたら言いたいことも言えない状態になります。そして健康も自己責任です。タバコを吸うのもお菓子を食べるのもお酒を飲むのも一日一食にするのも個人の自由です。医者は忙しいし、何百人も患者を抱えているわけで、一人の患者にたくさんの時間を使ってはくれません。だいたいお大事にと言われて薬をもらえるだけです。体調が悪いのも自己責任ということです。次は他人に期待しないという話です。人というのは傲慢なもので、普通こうするだろうという具合に他人が自分の望む行動を取るものだと勝手に思い込んでいます。そして多くの場合、その期待は裏切られてがっかりすることになります。期待された方はどうでしょうか。どうなれば相手が満足するのかよくわからないまま勝手に失望されます。そして期待していたのにがっかりしたと言われたりします。期待された方からしたら、何勝手に期待してがっかりしてんだよという感じです。つまり期待は相手を追い詰める行為なのです。他人に期待ばかりしている人はどんどん行動しなくなり、悩みが膨らみストレスになります。だから他人に期待するのではなく、自分に期待するのです。例えば
恋愛に強い人は自分から先に行動、態度、発言を変えて人間関係を改善しようとします。誰かがしてくれるまで待っているのではなく、自分に期待して行動します。期待というのは自分にしかしてはいけないのです。自分に期待して行動するのです。次は一部の人に嫌われても気にしないという話です。私たちが行ってしまう悪い癖の一つに、全員から好かれたいという考え方があります。そんなことはありえないと分かっているんですが、私たちはなぜか全員から好かれたいんですよね。例えば好感度の塊である有名芸能人にさえアンチがいるのです。あの屈託のない笑顔を振りまく美女にもアンチがいるのです。私たちが一部の人に嫌われるのは当たり前すぎるのです。人間は本に似ています。哲学書にビジネス書、漫画、エッセイ、写真集など、本にはたくさんの種類がありますよね。そして人気のある漫画はたくさんの人に読まれています。でもある人からしたら子供っぽいとか学ぶことがないと言われて嫌われることもあります。そんな人は漫画を読まなければいいのです。ただ自分の好きな種類の本を読めばいいだけです。だから一部の人に嫌われても自分を変える必要はないのです。すべての人にはまることはできないんだと思って自分を貫くことです。次は今の自分に自信を持つという話です。皆様は今の自分には価値があると思いますか？もしもっと筋肉ムキムキでもっとお金を稼げて女の子にモテモテだったら自信が持てるかもね。今の自分はゴミだね。このように思う方もいるかもしれません。しかしそれはよくありません。それだと今の自分には自信がないということです。もし筋肉ムキムキになれずに女の子にモテなかったら一生自信を持つ日が来ないかもしれないですよね。それだとそもそも行動できないでしょう。向上心があることはとてもいいことです。しかし今の自分はダメだから頑張るという動機だと自分を傷つけているようなものです。そのうち努力そのものが辛くなるでしょう。そうではなく今も進歩し続けている自分が現時点でのベストだと考えてみるのです。現時点でのベストです。そうすれば今の自分に自信を持つことができます。筋トレだってそうです。筋トレを始めると少しずつ筋肉がついていきます。その時々の自分に自信を持ってみるのです。ゴリゴリのマッチョ以外はダメだと考えると、それまでの道のりはただ辛いだけなのです。確かにそうなんだけど難しいなと思うかもしれません。その場合は多分皆様は他人と比べているのでしょう。ゴリゴリのマッチョの他人と比べるから自分はダメなんだと思うのです。自分が一つずつレベルを上げていけば今の自分に自信が持てるはずです。もう一度言いますが、今も進歩し続けている自分が現時点でのベストだと考えてみるのです。ちなみにマッチョになろうがならなかろうが自分を好きでいてくれる家族がいることも忘れないでくださいね。最後は完璧を求めないという話です。何かで完璧な100点を目指そうとすると膨大な時間とエネルギーが必要になります。これはテストの点数もそうですが、60点は比較的簡単に取ることができます。100点を目指そうとすると凡ミスも許されないため難易度が跳ね上がり、多くの時間とエネルギーが必要になります。まあ自分一人で完璧を目指すのならまだいいですが、バイトだったり会社だったりで誰かと一緒に何かをしている場合、完璧主義の人は他人に完璧を求めてしまうのです。なぜなら完璧主義の人からしたら周りの人が怠けているように見えてしまうからです。結果誰もついてこなくなります。仮に膨大な時間とエネルギーをかけてヘトヘトになりながら自分が100点だと思っている完璧なものを作ったとします。ですが残念ながら相手から見たら60点の場合もあります。というかその場合の方が多いです。例えばスマホのカメラの機能が上がって喜ぶ人もいればどうでもいい人もいるし、コーヒーの味を良くしても分かる人もいれば分からない人もいます。つまり自分が完璧だと思っていても他人から見たら完璧じゃないことが多いのです。なるほど、これらの理由により完璧主義は良くないのです。ちなみに Facebook の CEO であるマーク・ザッカーバーグは完璧を目指すよりまず終わらせろと言っています。YouTube もそうですが、最初から完璧な動画なんて目指しても意味がないのです。やりながら地道に改善を続けていくのです。スマホのアプリやパソコンの OS だってバグがあってもアップデートされるでしょう。とりあえず出してみて、後で何かあれば直せばいいのです。
本日のまとめになります。失敗したら悩まない。反省だけする。自分で考えて自分で決める。感謝や褒め言葉をすぐに口にする。本当にしたくないことは断る。自分の健康と気分は自分で責任を持つ。他人に期待しない。自分に期待する。一部の人に嫌われても気にしない。今の自分が現時点でのベストだと考える。完璧を求めない。今回は以上でございます。この動画がためになった方は、私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。